津波をかぶったピアノがあるという話が出てきたんですよね。どんな音がするのかなっていう興味ありましたよね。しかしよく持ってるもんだよな。ピアノの横に線が入ってるんですけども、そこまで多分全没してるんですけど、ピアノ浮いてそこまでなっちゃうんじゃないかなと思いますよ。はい。来るんですかね。はい。持ち上がっちゃった。持ち上がって、はい。これはこうだった。溺れちゃって死んだピアノの死体のような感じを受けてたんですよ。脈なし。タワークレーンオペレーター作業員志望。一音楽器安定モニタリング安定。あそこに松林がずらーっとあって、あった。で津波が向こうから来るの見えました。見えました。だから松林越してきて、黒い壁みたいなのがこっち来るっていうのが見えて。大井原発が再稼働、されていますけど、結局ね、別に僕たちが何言ってもその上には声が届かないんだっていうふうにこう思っちゃうと、また声を上げない日本人で40年ぐらい
割と静かだったわけですから、その50年か40年かそれ戻っちゃうのはちょっとつまんないなと思って、それもあって今日はだから再稼働以降初めての首相官邸前ですから、割と大事な日ですよね。私も政治家も官僚も全部終わりになります。もう本当におしまい。原発反対です。私も再稼働反対です。1期や2期ぐらい再稼働されてもへこたれないで、長い戦いなんだからじっくり腹を据えてやっていこうと、そういう気持ちで言ったのであります。国会のですね正門前、人がですね一斉に歩道から車道の方に溢れ出てきました。原発事故と被災地の問題、それ以降の日本の政治状況、社会状況、ますます悪くなっている。それに対して僕も発言もしてきましたし、自分がこう思ってるのにもし声を上げないとしたらそれも大きなストレスなので、見て見ぬふうにするっていうのもとても僕にはできないことですから。こんばんは。坂本龍一です。寒いでしょう。寒い方は立って走り回ったりしてもいいので、すごく気楽に聞いてください。